ラグナ・クリムゾン監督の高橋です。よろしくお願いします。ファンタジーっていう世界観が、中である程度もう出来上がっているので、そこら辺がそのリアルなその現実世界とはまた違う表現の仕方をできるかなっていうイメージと、あとは読んだ時の勢いがすごいですよね。そこのアクションを含めその感情の起伏に対するその勢いっていうのは、アニメに起こす時には殺したくないなってすごく思っていたので、そこのラグナっていうキャラクターとクリムゾンっていうキャラクターがまたそのバラバラでまた違うキャラクターではあるので、その個性をどういうふうに生かしたらいいかな、どう表現するかって考えながら原作は読まさせていただきましたね。アニメーションに起こす際に、漫画だとその話数ごとに起伏が来て、その1話数に対してじゃあ盛り上がってとか、その1話で見せるためにその話は1回置いといて別の話を見せたりとかっていうことがあったりするんですけど、アニメーションで起こす際にはそれを全部その時間軸をつなげたかったりしたので、その戦いを同じ枠組みにまとめたりだとか、ここ一方その頃っていう時に同じ時間軸で、そのこいつらは何をやってましたっていうのをうまくアニメでも表現できればな。でそこがまたその見てる人が飽きさせないような形にできれば面白く見れるのかなとは思いながら構成させていただいたような状態ですね。この作品内での世界観ですね。そのファンタジーっていうところもあるので、銀気とかその特有の言葉が出てくると思うんですけど、それをどういうふうに表現するかっていうところをまずベースに考えて、その世界観の中に生きているラグナとクリムゾンみたいな形ですね。キャラクターがいて世界っていうよりは、世界があってキャラクターをベースで考えるようにしてたので、その世界観のイメージをある程度形作る方を考えて、そこにいるラグナというような形で、作ってますね。ラグナっていうキャラクターの印象が、個々で漫画読んだ時の印象とその先生から聞いた印象と少し違ったなっていうところはあって、よくあるそのアニメーションの中でその勢いついた時のセリフの言い回しだとかっていうのが、その感情にうまく強く乗せてセリフを言うとかっていうことはあったりするんですけど、ラグナに関しては血族、もしくはその竜族みたいなものを破壊の対象でしかないので、もう蔑んだ体であんまりテンション上げずにもう切ってほしいとかっていう、その感情が上がった時もその憎しみに対して上がるのであって、戦いの中でたくさんいる竜を倒したりだとか、ちょっと大きい竜が来たとしても軽く蹴散らすぐらいな感覚だったりするので、映像的にはすごくその派手めにいかなきゃいけないですけど、声優さんの小林さんとかに言ってもらう時はそこら辺はちょっと抑えてもらってっていうところは、先生と話した時にはそういう形で表現するんだなと思って、聞いた時には新鮮でしたね。そういう意味でやっぱりアフレコ始まる前とかで物がまだその始まりとして物がなかったりするので、自分のイメージの共有と、あと先生からのお話もあったりするので、そこでキャラクターとかその方向性みたいなのを踏まえた上で、じゃあどういうふうに演技してもらいましょうっていうのを、頭の方は結構お話しさせていただいて、でその辺がだんだん共有できてきて、お話ししなくても形はできるようになってきたのかなっていう部分もありつつ、僕が気づかないとも気づいていただいているので、ここら辺はちょっと頼りにしてるかなっていう形ですね。それこそダークファンタジー的な方向性で、作品描いていくつもりなんですけど、監督それでも大丈夫ですかっていうのはいただいて、それは僕も同じなのでそういう形で言っていただいて、怒りだとか、その高揚的な部分の感情っていうものはしっかりその音として声として取っていきたいっていうのを踏まえてちょっと共有はさせていただいたような状態ですね。この作品の前に僕が監督の作品で入ってもらってるんですよ。で今回やった時に久々に仕事できればなっていうところもありつつも、そのちょうど先生もそのキングさんも含めて、聞いた時にみんなが一致したっていうところも大きくて、でちょっと消極的なキャラクターの、表現がうまいなっていう部分が一番大きくて、でそこからのラグナがそのリベンジャー的な意味でのその復讐者的な感じの切り替えっていうものをうまくやってくれたら嬉しいなぐらいな感じでいたので、彼だったらその吸収するのは早かったりするのでやってくれるかなって思いつつ、でいろいろ僕の方からも郷さんからの方からもそのテイクを重ねてもらいつつ、いい形になっていってるとは思ってます。
聞いた時に覇気が伝わってきたので、ある程度アフレコ始まってからもう自分の中でキャラクターが出来上がってたりするので、あんまりなんですかね、こちらから注文しすぎないようにしているというか、一人のキャラクターじゃなくて、それを別人格的な感じで表現するのが、同じキャラクターだけど別人格じゃないですけど、その見た目形、もう体全体が変わるっていう表現らしいので、その声のトーンとかも変えなきゃいけないんですけど、やっぱりその辺の切り替えがうまいなとは信頼しているというか、見守っていきつつ、分からないところだとか、もう少し共有した方がいいところは、寄り添っていきたいなとは思ってますね。この作品の中でのなんですかね、ラグナがあくまでリベンジャーみたいな形で、そこが立ちやすいような状況が良かったりするなと思った時に、ちょっとジャギーなイメージがあったんですよ。昼間は明るく見えて、夜は重くジャギーな風に見せるにはどうしようかなっていうところで、意図的に画面内にちょっとタッチ感残してくれとか、ちょっと粗めにしてくださいとかっていうようなことは意図的にお願いしましたね。復讐者に対してやっぱシリアスな戦いが重々しい雰囲気を出したかったので、そこをベースに考えた時にスタンダードはどれくらいにしようみたいな話をしましたね。小宮山飛鳥です。美術監督をしています。キャラの後ろに塗る背景を専門に描く仕事ですかね。その原作を読んで、やっぱりダークファンタジーって一番最初に思ったので、それを考えた時にやっぱり色合いも少し落ち着いた感じの色にして、割と夜の色とかも暗くしたりっていうのはちょっと考えたりとかはしてますね。今回はじゃあちょっと線なしに挑戦しようっていうことで、服に塗る。でも塗るのもただ塗るのじゃ面白くないかなって思って、油絵っぽい感じのもいいなっていうふうにすごい思って描いてみた。背景の方が鮮やかすぎちゃってキャラが見えなくなっちゃうから、じゃあちょっと色全体的にやっぱり調整しましょうっていう風になる時もやっぱりあるし、ザラザラした感じのタッチを残してしまうので、出過ぎないようにしないとなっていうところはちょっと考えたりとか、大丈夫かなって思ったりとかはしてますね。風景を見て泣けてくるとかあるじゃないですか。そういうのを表現できたらいいなって、主人公が見上げた空がこういう色だったらいいなとか、そういうのはすごい楽しいですね。考えながら描いてるんで、趣味イコール仕事はいいのか悪いのかってよくねみんな言いますけど、私は自分で楽しいので仕事をしていて、生きがいやりがいを感じます日常アニメとは違うので、コントラストの幅を広げてほしいっていう話をして、でいつも上げていただいているものに対してもっと影を落としてくれとかあともっと重めな雰囲気のフィルターが欲しいとか、その辺はもう色もそうですけど、その後に撮影をかける時とかにも関わってきますね。はい。水野妙子です。ラグナクリムゾンで色彩設計を担当してます。全体の色を決めていく仕事になるんですけれども、ベースになるキャラの色を決めて、
そこからシーンごとに統括して決める感じのお仕事ですね。ダークな作品なので全体的に明るすぎる印象にはならないようにっていうのは意識して作ってるところではありますね。原作の肌とかのコントラストが特に印象的で、一回こんな感じでどうですかって出した時にラグナの肌の色をもうちょっと不健康にしたいっていう話が出て、肌の影色のサイドはちょっと抑えめにして不健康な感じが出せないかなっていうのでちょっと調整してる感じにはなりますね。原作の色がない状態だったので、こちらのイメージで作成して先生にチェックしていただくっていう逆っぽいところになってるのもあるので、明るく健康的に見えるようにはっていうのは意識しました。他にない髪色とか知ってるんで、明るくなりすぎないように調整はしていったところではありますね。やっぱ放送されたのを見てる時とかは達成感とやりがいは感じますね。あとやっぱ見てる方の反応とかを見てる時ですね。原作がタイトルとしてもロゴというかその文字はあったので、それを生かした上でアニメよりはなんか後ろに何か欲しいなって僕が思っちゃったので、ちょっと歯車とかはやっぱ作品の中での時間経過とかも踏まえた上でお願いした感じで、あとはドラゴンが絡んでるので、それをバランスを取った上でちょっとレイアウト何パターンか考えていただいて最終的にこれになったというような形ですね。アニメ版ラグナクリムゾンの、ロゴのデザインを担当させていただきました高橋と申します。よろしくお願いいたします。このお話いただく前から原作は読ませていただいてまして、でもうお話いただいた時にちょっと読んでる作品だと思ってちょっと驚いて、嬉しかったっていう感じですね。バトルの迫力がすごくて、本当に戦ってるシーンの勢いみたいなところが、すごい伝わってくるので、そういうのはやっぱりこう引き込まれますね、読んでて。原作の方って割とこう文字自体にちょっとこう間が空いてたりして、で、全体的にこうなんていうんですかね、こう鋭さとかこうトゲトゲしさみたいなのを感じるロゴなんで、そういうのは生かしたいなと。その上で勢いみたいな部分といいますか、なんか力強さみたいなところをちょっとこう付け加えたいなと思いまして、文字のこうスペースの取り方とか文字の端の方のバランス、この辺ちょっと力強さみたいなところを出すためにちょっと太くしたり大きくしたりとか、細かいところで原作とはちょっと違うんですけど、原作のイメージを壊さないような形でそういう力強さみたいな勢いみたいなところを表現できたらなと思ってこう作りました。あとは背景のドラゴンに関しても、監督からのイメージもお伝えしてもらった上で、なんか割とこうタッチ感のあるその勢いのあるドラゴンを今回ちょっと作
作ったんですけど、全体的にすごくその自分のイメージに、自分でもイメージしてた作品のそういう勢いですとか強さみたいなところが表現できたロゴになったのかなと思います。今回は特にそうなんですけど、この作品だって分かる曲が欲しかったんですよ。でそれを主題歌じゃないですけど、その作品がこの曲だよとか、この曲がこの作品のだよっていうのはどっちもイコールになる曲が欲しかったので、こうじゃないああじゃないとか、もうちょっとこうしたいああしたいっていうのを、そのメインテーマだけは3ヶ月ぐらいかけてやってましたねでそれは多分藤本さんも佐々木さんも大変だったとは言っていると思いますし、で音楽ってやっぱりアニメのその見せる方向で踏まえるとやっぱり高揚感っていうのを出せたりするので、作品の方向性を最初に大きく曲作って、この雰囲気をベースに取った上で他の曲を作っていただければなっていうところも踏まえてお願いしているような形になってます。皆さんこんにちは。こんにちは。ラグナクリムゾンの音楽を担当しております、藤本浩二です。佐々木修です。最初このお話をいただいて、原作を読まさせていただいて、正直、あまりの壮大さ、絵の迫力に、これ本当にアニメでできるのかなっていうのは正直ありました。かなりこれ力を入れなくちゃいけないなといったところが最初の印象でしたね。はい、なんか常に死が横にあるって言いますか、死があってこその生っていうか、そういうのをすごく感じたんで、そういうのをテーマに、なんか自分なりに音楽で色付けできたらいいなと思いましたね。はい。ちょっと今までのシルバーリンクではやってなかったようなものすごいことをやるので、その音楽をぜひ、2人でやっていただきたいという、ありがたいお話だったんですけど、でそれで打ち合わせに、一緒に2人で行って、これはすごいな、本当大変だなって言ったような状況でしたね。高橋監督がなんかコピー用紙を持ってきて、普通に乾杯ってなんか普通に歓談するのかなと思いきや、もうラグナのことでも頭がいっぱいで、こんな感じのイメージですって言ったものを見て、すごい全然お酒を飲ませてくれない人だと思って。でも次に飲んでた。飲んでましたねなんだろう、ラグナとクリムゾンっていうのが全く相反する性格の持ち主なので、メロディーは一緒なのになんかアレンジとか表裏一体みたいな、そういうなんか詩的なことを言われて、これは大変そうだって思ったのが一番最初の印象でしたね。今までのアニメでやってなかったことをやりたいって言ってましたね。そうなんですよ。であと僕らにお願いした理由っていうのは、我々どちらかというともう劇案がメインではなかった今までの歴史なので、そういう形の方々とやりたいって言ったところで、選ばさせてもらったっていうお話でしたね。まずメインテーマが4ヶ月かかったんですよ。そうなんですよ。1曲ね、本当もうバージョン6まで作ったんですよ。生と動っていうのをどうやっていい流れで作ろうかなっていうのが一番難しかったところで、最後はやっぱり突き抜けて終わるっていうイメージすごいできたんですけど、そこにつなぐまでの流れっていうのがすごい最初つかみにくくて。監督がすごい大事にしてるのは本当に一瞬の間ですよね。コンマ5秒とかね、そういう部分での変わり方とか展開の仕方っていうのをすごく細かくこだわっていたので、まず佐々木君のこのテーマ曲に関しての弦がやはりすごく難しかったんですよね、技術的に。で6型で撮ってるんですよ。6422って1コンバスだけ打ち込みですよね。はい、実際生の楽器に変わって、もう自分の打ち込んだデータがもうすごい、確かに奥行きが出て、僕はただ感動してましたね。なんですかね、どちらかというとアニメを作ってる感覚はなかったですね。映画を作ってるような感覚の、劇案の制作作曲工程っていうのをしてきたと思います。あとは本当にとにかく暗くしてくれってことを言われてたので、すごいもうマイナー調のすごい暗い曲をいっぱい書きすぎちゃって僕も暗かったですね、作ってる時に。「洗脳」っていう曲だったかな「エンテレレレレレレ」ってやつ。なんか熊本剛さんからはすごいもう気味悪くしてくれって言われて、デストリングス舞台にちょっとチューニングを
甘くして弾いてもらったのが気持ち悪い、面白いなこのレコーディングって思います。ですよね。もう日常一番難しくて、多分一番冒頭とかによく使われたりとか残るんだと思うんですよね、音楽が。一番こう盛り上がってるバトルとかっていうのは映像であったりとか SE が残るじゃないですか。派手にしないようにしてちゃんと耳なじみがいいとか、あと楽器の構成も考えなくちゃいけなかったりとか。でもそもそもやっぱラグナ・クリムゾンの世界観全然日常じゃないんですよと思ってお腹空いたっていうシーンに作ってくださいっていうのがと思って、こういう感じかなって。ダメでしたね。ダメでしたね。でももう一回書いてまた書いて3回ぐらいと3回ぐらい書いたら一番最初に書いた曲っぽかったなと思ったけど当たってたんじゃないかなとか。よくあります。はい、ベースボーカルを担当しております、田村久夫と言います。ギターの福里俊です。ギターの山里義孝です。ドラムの加瀬本保してます。結構目まぐるしく変わったのが多分ドラムパターンだと思うので、そうですね、サビがそうですね、サビの4小節っていうかその、あそこにねいきなり倍のテンポみたいな、感覚がある、やっぱスピード感とか疾走感とか、そうね、スピード感、そう、まあここで逆にちょっと落としてほしいとか、ここから上げてほしいとかっていうのは、ビートを担当するのはやっぱドラムなので、この辺はちょっと僕も考えながらでしたけど、結構難しいところで、まあ大変でしたねイントロ A メロ B メロサビキュみたいな、今までなかったからこんなの。確かに僕らは楽曲としてはね、時間を目いっぱい使って10分超えの曲とか作るタイプの人間なんで、4分ぐらい歌入らない曲もあるもんな過去にありましたね。そんな中で確かにこれは恐ろしいこんな感じです。もうアニメの主題歌になるのは結構一つの夢だった。そう、アニメ大好きなんで、来たと。漫画自体は見開きすごい多くて、あとセットシーンってほとんど擬音が多くてあんまりセリフないんですよ。だからそういう時の役の意外ととかもそうですし、敵側のなんか心理描写まですごい細かい。ごめんなさい、もうラグナより敵の方がうちは好きになっちゃう確かにその主人公目線からだけじゃなくて、やっぱりその敵側のその心理とかっていうものもちゃんとしっかり描写されてるので、なんかその辺はなんか生半可に書けないなとかいうところがあったので、その辺は結構影響を受けてるんじゃないかなというふうに思います。自分たちのバンドの曲として作る時にその使うであろう単語とかっていうものをやっぱりなんでしょうね、原作とすり合わせていくようなイメージがありながら、この言葉は使える、この言葉も使えるって感じでなんか作詞していったので、原作に寄り添うという部分では、そういった作業が一つ一つあったので、なんか汲み取れたのではないかなというふうには思いますね。サビ前のちょっとパキって、そこが一瞬まだ開く、音が消える、なんか時が止まるみたいな感じで、龍側のあるキャラのちょっと後付けができたんじゃないかなってちょっと思いましたね。そうですね、結構時間をかけたのでやっと世に出せる状態になったなっていう感じの時間を得たので、どうぞよろしくお願いいたします。ラグナ・クリムゾンの編集を担当しています坪根です。よろしくお願いします。その演出監督に疑問提起をして、こうしたらどうですかとか、そういうやり取りをしてって作品を良くしていく、いろんな素材を受け取って料理していくという作品の根幹をなすポジションだと思ってます。すごい上級いい作品だったら最初に、皆さんがご覧になる色ついた本札の素材でできますけど、それは本当稀ですね。大体がコンテ札と言われるもので、コンテをスキャンして動いてるように見せてる素材だから、もう本当にコンテの素材をそのまま秒数に合わせて取ってって貼っつけて、でつなぎが悪かったら疑問提起して「このつなぎ大丈夫?」とか「間が足りなくないですか?」とか、ドラマ作りに対するアプローチっていう部分で結構考えたりはしますね。もうわちゃわちゃさせるところはあえても極端にわちゃわちゃさせるし、真面目な話してるところはしっかりと置いて、なんか軽くならないようにとは思ってやってはいますね。
今までのアニメーションの編集だとなるべく読まないか事前に読んでくれって言われたら読む。で今回はオファーいただく前の段階で原作買って読んでるっていうのが初めてで、最初から好きで読んじゃってるから、これはちょっと俺余計なこと絶対言うわと思って、結構序盤はねやっぱちょっと口出しは多かったかもしれないですね。ラグナって言えばもう超人じゃないですか。極論一瞬で全て終わっちゃう戦いしてるので、どうしてもなんか通常のアニメーションのアクション弱に落とし込むとちょっと納得いかないというか、とにかくちょっと一回スピード上げようぜっていうのでざっくり倍速してでやりすぎたとこだけ戻してバランス見てとかっていうのは意識はしてやってます。ラグナって基本結構尺をオーバーしてて、常に困ったなって時はちょっとクリムゾンのセリフ弱をちょっとタイトにしてうまくクリムゾンで収めてくれるっていうのがあるので、尺に困った時はちょっと申し訳ない、ちょっとテンポ上げるよとか、逆にちょっと尺残しとくよって、うまくクリムゾンとして料理してくださいって思いながらこっそりはしてますけど。原作でいうとコミックス1巻のラストなんですけど、個人的に鳥肌ものの「おわかっこいいこれ!」ラグナクリムゾンドーンっていうあれをやりたくて、ちょうどその話数尺めちゃめちゃオーバーしてたので、もうオープニングもエンディングも入れられねえよみたいな、じゃあもう絶対に最後メインタイトルも絶対入れてって思った以上にみんなも受け入れてくれたので、やろうやろうってなってくれたので、あとはもうただただ大変早く素材上がってこないかなってずっとそんなテンションです。スタッフみんなでね、かっこいい作品映像をお届けできるように精一杯頑張ってるので、本当に楽しみにして見ていただけたらなとは思います。モンスターデザインを担当しました新山秀です。とにかくクリーチャー感というか、そのかっこいいとかそういうのを原作者の先生がすごく求められていたので、自分じゃ出せないので出してくださいみたいなお話をよくされていたんですけれども、ただじゃあ僕たちなりのかっこいいだけではダメなので、原作者の先生が思うかっこいいに寄り添わなきゃいけないなっていったところと、もちろん監督の考える動かしやすさっていうのも同時にこなさなきゃいけなかったので、そこが一番考えたところですね。もともとアクション監督をされていた方なので、他のものよりは動きの設定だったりとか、どうしても本来いないものを作るっていうところなので、そこに説得力を持たせるっていう意味合いの改変と、あとはそれ用の動き回り系の設定ですね。アニメの考え方っていうのが2次元じゃなくて3次元的っていうのが特にあるんですけど、そこがずれているとどうしても動かないよね、おかしいよねっていう部分が出てきてしまうので、じゃあそれを原作とアニメ側でリスペクトしながらもそこに落とし込んでいくっていうルール作りっていうのをやっていたイメージですね。難しかったのは最後のボルギウスがとにかくサイズが大きすぎるんですよね。でしかも筋肉とか物体的ではなく、ただ鶴が巻きついている状態で出来上がっているので、いかに形作らせるか綺麗に作らせるかっていうのがすごく大変だったイメージがあって。
そうデザイン誰でも描けるが最高点なんですよ。なので僕のデザインって実は他の子たちよりは線を少なくして影でディティールを入れてたりとか、ラグナクリムゾン自体はそもそも線が多い作品ではあるんですけど、そこはかなり気をつけましたね。こんなデザインできたらすごいだろうをやってしまうと誰も描けないものが登場してしまうので、なんかこのセスナの瞬間にやられるためだけに存在してはいるんですけどしっかりかっこよくやられてくれてるなと思いながら、いやしっかりやれてくれてありがとうございます。ラグナクリムゾンの 3D 監督をやってます遠藤誠です。よろしくお願いします。やっぱ作画は作画のいいところがありますし、その 3D は 3D でいいところってやっぱあるんですよね。何でもかんでもこう 3D にしていいっていうわけではなくて、作画も大変っていうところを 3D で補おうかなっていうところで、竜と車だったりとかペンもそうですけど、あと絵的にすごいこうやっぱ映える部分っていうのは灰色の部分だったり、そこら辺をちょっとやらせてもらってるっていうのがありますね。1枚のその背景がカメラ枠で動くっていうのは結構やっぱリッチに見えるんですよね。説得する材料としてはすごいいい絵になるので、そういうところはもう 3D でやりましょうっていうのはもう監督とそこはもう同意見だったので、じゃあぜひぜひっていう。実際に 3D でカメラを置くとこうならない。これ嘘ついてるんです全部。実際こう別のカメラから見るとありえない絵になってるんですけど、そこをこうアニメ的にするっていうのがありますね。こんなに手大きくないんですよ。こっから先をでかくして画面出してる。で逆に足はこう遠近法があるので小さくしたりとかして無理やりこう作ってたりしますけど、そういうカット多いと思います。誇張してるっていう言い方が多分一番いいんだと思うんですけど。どうしても 3D で落とし込む時にその鱗の表現っていうのを作画だとこう間引いたりとかするんですけど、今回はその間引かずにもう鱗ごとモデリングしちゃうっていう作業が多分一番大変だったんじゃないかなっていう。全部本当にモデリング実際にあるものとして作っているので、あとはもう実践とかもちょっと全部出さなきゃいけないとかって結構いろいろあったので、そういう意味ではちょっと苦労してる。こいつが苦労したのは翼の根っこが背中についてるんですよね。そうなってくるとモーションの時に邪魔になって、これをずっと吟味したのみたいな、3、4ヶ月ぐらい吟味して、そこどうやってしまうのみたいなところからですね、本当に作品を楽しんでいただければいいんじゃないですかと思いますよ。いや本当にいい作品にはなると思うんですよね。あとはもうどこまでみんなが頑張れるかだと思っているので、はい。ラグナクリムゾンエンディングテーマを担当させていただいております小林私です。よろしくお願いします。どうもどうもどうも。久々にこんなまっすぐファンタジー読んだなとともに、やっぱこう懐かしさもあったし、でかつやっぱ面白い、散々漫画読んでますけど、やっぱバトルがメインの漫画ってやっぱこう強さがどうこうインフレせずにとどめるかみたいなところで、やっぱラグナクリムゾンは最初から全員インフレしてるっていうやり方をなんか取ってる感じがしてて、オレツ A じゃなくてオレツ A vs オレツ A がこう来てるから、
なんかそこのバランスがうめえなと思いながら読んでましたし、めっちゃおもろいなと思って読んでましたね。そうですね、多分一気で流れる部分で言うとやっぱアルテマティア戦はあれはねすごいですよ。原作読んでて「おわっ!」って言いましたもんねあれが最終決戦ならまだしもめっちゃ序盤にあれをこう入れ込んでくるっていうのもすげえ漫画だなって思いましたし、あれはすごかったですね。やっぱなんかねこまごましたシーンで好きなシーンはたくさんありますけど、一番大きいところだとやっぱそこが一番おもろかったっすね。こう、ちゃんと J-POP として現代で聴いてる人と、ラグナたちが生きてるああいう世界観の中でのバランスは割と意識しましたね。なんかどっちにでも使える言葉を使いつつ、その間をつなげるような、歌詞運びにできたらなっていうのが、割と最初はなんとなくそのイメージで書き始めましたね。輪郭一番最後に僕が壊さなきゃっていう歌詞が出てきますけど、僕は割とその断言調をあんまり自分個人の楽曲ではあんまり使わないようにしてるんですけど、なんかこうラグナの目線であったりとか、ラグナ以外の人間のあの世界観の中で生きてる人たちの目線でなんか覚悟っていうものがどういうふうにこう浮かび上がってくるのかなってなったら、やっぱりこう断言調があってほしいなっていうのは第一にありましたし、そこはなんかちょっとなんでしょうね、自分の手から少し離したような感じで制作は望めたかなとは思いますね。アニメ版とフル尺版で若干歌詞を変えてるんですね。アニメ版だけにしかない歌詞も実はあって、そことかはちょっとこうじゃあエンディングに流れにあたってと、フル尺で聴くにあたってっていうのはその違いを私を意識して取れればいいなと思って臨んだ記憶はありますね。あんまねその第一印象を崩してほしくないっていう目処があるので、エンディング、アニメの中でエンディング聞いていただいてちょっといいじゃんって思ってくれたら、なんかフル尺とかでもお聞きいただいて、なんかアニメ版との違いとか、なんか歌い回しだったりとか歌詞がちょっと違うだったりとかはなんか楽しんでいただけたらいいかなとは思ってますね。僕はでもどうだろうな、ラグナかスライムになっちゃうかな。すごくアニメーションさせやすいんですよスライムって。潰したり伸ばしたりだとか表情変化しやすいとかっていうのはやりやすいので、絵描く時はスライムは好きだったりとか、ラグナとかはもう大体見ないで描けちゃうのでクリムゾンとかはまたその表情替えだとか片目見えないとかいろいろ難しかったりするんですけど、キャラクター的には憎めねえなぐらいな感じのスライムは好きですね。でもクリムゾンかっこいいなって、やっぱかっこいいなって思っちゃうんですよね。どうなっていくんだろう、関係性とか最後気になるなって思ってます。ベタですけどやっぱラグナが一番好きですね。かっこいいですよね。単純に自分がそうなりたいとは思わないですけどかっこいいなっていうラグナかな、やっぱり単純に強いかっこいいっていうのが好きなので、誰か一人ってあげるんだったらラグナになっちゃいますかね。難しいですね。でも銀気姫すごい好きですね。アルティマティアは優しい顔をした畜生じゃないですか。あれはすごく好きですね。それを絶対正義と掲げているんだけど、人間からしたらとんでもないことをしやがってるっていうキャラクターなんで、あれはすごく好きですね。僕らはね竜やってるから普通に海竜とかですかねはいやっぱやっててだんだん可愛くなってくる部分があるんですよね。で設定とか見てもらえば分かるんですけど、意外と可愛いんですよ。はい、僕はヒメラが大好き。僕が好きなキャラクター、そうですね、カムイですね。一番人間っぽいキャラクターなのかなと。かといってなんていうんだろう、アルティマティアのことを気遣ったりとかして、
ちょうどそこのシーンの曲を僕が書いてるんですけども、あれはもう本当すごくいい曲です。元気姫、最終的にはいろいろこう元気姫の2という曲になったんですけれども、やっぱりその世界観が音楽メニューにも割とこう、郷監督の方からすごくこう元気姫を大事にしているようなコメントが書かれてたんですよね。で曲もすごくその思い入れが強かった曲だったので、なんかそういう意味では自分の中でそこ親和性のあるキャラクターとして捉えてますね。でもねハードル上げるようになっちゃうんですけど、作品的にはその戦うことがベースにあるので、竜とラグナが戦ってとか、そこに共闘するクリムゾンみたいな形が大きくあるので、そこの映像がどうなるかっていうのは、ちょっと多分皆さんも期待はしていると思うので、そこに関してはその必死に組み立てているところだったりして、自分のイメージもあったりはするので、そこら辺がしっかりその提示できればその飽きさせないフィルムにはできるかなと思ってます。